今回はフェラーリ F310 のパート6です。テスト走行も別次元のシューマッハ。フェラーリチームはフィオラノにテストコースを持ってるわけなので、そこで頻繁にテスト走行をしてたわけですけども、テスト走行の日はどんな流れで仕事をしてたのか、ある一日のテスト走行の様子を紹介したいと思います。ここでもシューマッハの素晴らしい仕事ぶりというのがよくわかります。フィオラのテスト走行、テスト班のレースエンジニア3名、メカニック9名の体制。まず1ラップ軽く流し、すべてのシステムチェックが行われる。シューマッハは10分間待機する。3名の医師、消火班、コースアウトに備え、トラック2台も待機。まず、テスト走行とはいえ、これだけの人員が必要になるわけですね。車のセッティングをしたり準備をするスタッフだけでも、レースエンジニア3名、メカニック9名、もちろん不測の事態に備えて3名の医師、消火班。もしコースアウトしちゃうと、車を回収しなくちゃいけないですから、そのためのトラックも2台待機と。これを見てわかるのが、たった1日のテスト走行でも、すごいお金がかかるんだなってことがわかりますよね。まずこれだけの人数の一流の人間を揃えるという人件費。で、車を走らせるための消耗品と、もちろんテストなので、新しいパーツが付けられてるわけですよね。そういうパーツ代とか含めたら、何千万、1000万じゃ済まないって感じですよね。で、チェックが終わったシューマッハですけど、シューマッハは再び走り出すが、2ラップ走り切らないうちに、フェラーリ V10 は突然沈黙した。マシンが回収され、メカニックたちは油圧系統にオイル漏れを発見した。だが、シューマッハは落ち着いた様子で微笑んでいる。まだ走り出したばかりですけど、エンジンが止まってしまったんですね。で、トラックで回収してきて、オイル漏れが発見されたと。だけど、シューマッハは、別にイラつく様子もなく、落ち着いて、微笑んでいると。で、この時の状況をジャントットさんはこう言ってますね。彼はエンジンブローする寸前に自分でカットしてくれたよ。何よりエンジンがバラバラになる前に持ち帰ってくれたおかげでエンジニアが原因を追求することができた。エンジンブローしたんじゃなくて、その兆候を感じ取ってシューマッハが自分でエンジンを切ったんですね。やはりトップドライバーだなと思いますね。これ似たようなエピソードがホンダエンジンの時にアイルトン・セナもありました。やはりチャンピオンになるドライバーは本当に些細なエンジンの異常を感じ取って分析させるためにきちんとエンジンを止めて戻ってくるってことをしてくれるわけですね。で、エンジンが止まってしまったので時間が空いたシューマッハですけども、ここでシューマッハはフィオラのサーキット改修の打ち合わせ。シューマッハはこう言ってます。安全上気になる箇所がいくつか。それから高速コーナーが欠けているから第一ヘアピンを改良して高速コーナーにしてほしい。コーナーのバリエーションに乏しくエアロダイナミクス的にはここから得られるものは皆無だ。さすがシューマッハですね。このテストコースの改修にも関わってるんですね。で、高速コーナーが足りないと。コーナーのバリエーションが少ないから、要するにいろんな速度域でのコーナーでの空力のテストができないってことなんでしょうね。バリエーションに乏しい。ここから得られるものが皆無と言ってんのは、そういう意味だと思います。スピードが出るのはロングストレート2箇所だけで、ここでようやく時速300キロに届くかどうかだ。ここだけの特殊なエアロダイナミクスセットアップをしなければならない。その後もシューマッハはテストの合間に雑誌取材や市販車のテスト走行、自らのトレーニングをこなす。さらにこのフィオラノのテストコースは最高速も足りないってことを言ってますよね。ようやく300キロに届くかどうか。当たり前の話で、コースによっては350キロとか出るわけですから、300キロまでしか出ないテストをしてたら、それ以上のスピードが出るコースに行ったら、車がどう動くかってわからないわけですよね。で、ここだけの特殊なフィオラノ用のセットアップをしてるんでしょうね。それじゃ意味がないよということなんでしょう。で、その他にもシューマッハは、こうやって車が止まってしまったり、車のセッティング変更をしてる間は、ただぼーっと待ってんじゃなくて、雑誌の取材を受けたり、フェラーリの市販車ですね、のテスト走行をしたり、もしくはトレーニングセンターみたいのをシューマッハが作らせたので、そこで体を鍛えたりと、どんどん自分のやるべきことをこなすんですね。
次々に違う仕事をやらなくちゃいけないわけなので、まず頭がいいっていうのと、やっぱりすごい体力があるなっていう感じがしますよ。車が直って、油圧系統修理は12時5分完了。再び走行を開始。5ラップでピットへ戻ってきた。テストチームのボス、ルイージ・マッツァーラさん。基本セットアップで周回して、後々のためにベースラインを記録する。比較になるデータがなければ、何かを改良して効果があったかどうか、わからないからね。なるほどという感じがしますよ。まず最初に基本セットアップで走って、その日の車の基準のタイムであったり、基準のデータを作るわけですね。それを記録してから、いろんな新しいことを試すということなんでしょう。シューマッハは1回5周ずつしか走らないことにしている。マシンにどんな影響が出たかを知るにはこれで十分。コンピューターがほとんどの知識を記録しておいてくれるし、足りない部分はシューマッハが正確無比にレポートしてくれるんだ。一つのセットアップで5周しか走らないんですね。だけどこれで十分だと。この時代もすでにテレメトリーがいろんな情報を記録してくれるし、やっぱりここでも出てきたのが、足りない部分はシューマッハが正確無比にレポートしてくれると。シューマッハは車のことをとても細かく理解してますから、コンピューターのデータだけじゃなくて、必要な部分は話して説明してくれるわけですね。これはエンジニアにとっては非常にありがたいことですね。彼はいつでも一定のスピードで走るから、状況の分析がとても容易なんだ。彼の説明は非常に詳細で、問題が解決するまで注文するのをやめないし、決して感情に流れることもない。悪天候やトラブルの時でも。テストが思い通りに進まないと、アレジはすぐに帰ろうとしたらしい。ここにもシューマッハらしいエピソードがたくさん書かれてますが、まず一定のスピードで彼は走ってくれると。だからブレないってことでしょうね。そのセットアップで出せる速いタイムがあるとしたら、それをちゃんと安定して出してくれるんでしょう、おそらく。で、説明が非常に詳細だと。で、何かがおかしければ、それが解決するまで、注文をやめない。セットアップを変えたり、もしくはエンジニアと議論をしたり、おかしな部分を直せるなら直すし、直せないなら直せないでどうなってるのかというのを突き詰めるんでしょうね。そういうところを感情に流れることもないと言ってるんでしょう。で、先ほどみたいなエンジントラブルであったり、もしくは悪天候に阻まれても、シューマッハは感情でブレたりはしないってことを言ってますね。やっぱりこれが彼の強さ、速さだっていうことでしょうね。ただ単にレースでハンドル握って速いんじゃなくて、こうやって速い車を地道に作り上げていく。これが彼の速さの一番の要因な気がします。おまけですけど、テストが思い通りに進まないとアレジはすぐに帰ろうとしたらしい。アレジファンには申し訳ないんですけど、本当に事実らしくて、これはフェラーリ時代のことを言ってますけど、この96年、ベネトンに行ったアレジは、この96年もテストがうまくいかないと、不機嫌に帰っちゃったらしいです。シューマッハがベネトン時代のエンジニアからそう聞いたらしいです。ここがやっぱりこの二人の大きな違いかなと思います。この日のテストは非常に時間がかかった。シューマッハが30分のブリーフィングを締めくくり、すべて終えたのは午後9時15分。彼は大急ぎでボローニャ空港へ走り去った。めちゃくちゃ長いですよね。だってこれ朝8時か9時ぐらいから始まってるわけですよね。12時間以上サーキットでこうやって働いてるわけです。しかも彼はぎゅうぎゅうなスケジュールをこなしてるわけです。待ち時間も彼はただぼーっと待ってるわけじゃない。で、終わると、彼は空港へ急いで走り去っていったと。こんな感じでテスト走行の日もシューマッハは、まず走ることが非常にハイレベルで、フィードバックが相変わらず素晴らしいっていうことと、走る合間もとにかく仕事をする。取材であったり、テストコースの回収であったり、次々と仕事をこなして自分に課された仕事をきちんと夜までに終えると。で、もちろん彼は感情的になることもないということですね。本当にこちらの頭が下がるぐらいハイレベルで、しかも働き者なシューマッハだということが、よく分かっていただけたと思います。F310 の動画は、ごめんなさい。あと1個作れるかな。もしかしたらこれで終わりかもしれないです。最近動画なかなか作れなくてごめんなさい。仕事が忙しくて、家にいる日があんまりなくてですね。とにかく時間のある時はまた動画作りますんで、引き続き応援よろしくお願いします。コメントも本当にいつも皆さんありがとうございます。高評価もありがとうございます。チャンネル登録者も6000人超えて1万人目指してますので、はい、これからもよろしくお願いします。